今日紹介させてもらうこちらのチェイサーは平成9年式ツアラー V 純正5速マニュアル。結構まあこれ履いてる人多いです。ほら97とかほら全然色褪せなくて綺麗なんだよね。はい、吉井君こんにちは。こんにちは。1月の10日、時間は2時34分、気温は8度。8度で今日は終わりです。ここから下がります。マイナス2度までいきます。マイナス2度。寒くなったね。やっていきましょう。はい、お正月1発目、2発目、さっきね、はい、110系のマーク2そっちに取りましたけれども、はい、みんな大好き100系ですね。100系ですね。チェイサーですね。はい。これ100系ですか？100系じゃないですか。100系ですよ。はい。っていう感じです。はい、まあ先に言っときます。ちょっとね、多分この動画が上がるのだって1月末とか2月でしょ。はい。でまだ撮ってるやつがあるじゃないですか。はい。多分ね残ってるかちょっとあんまり自信ないです。売れちゃう。はい。今日現在はまだ売れてないですし、はい、うちのホームページにも値段が載ってますけれども、載ってて販売してますけれども、はい、昨日一昨日ぐらいにいつだっけなあげたんですよ。お正月明けしたらもう結構問い合わせ来てて、ちょっとね残ってるかどうか自信ないです。はい。はい。ですが。まあ、せっかくいい車ですし、はい、しかもこれね買い取りでいただいたお車なんですよ。だからその売っていただいたお客様も、はい、もしかしたら YouTube 待ってるかもしれませんので、はい、でしかもちょっとおめかししたのでせっかくだから撮ろうということで、撮らさせてもらえればと思います。救急車が救急車待ちで今日救急車多くない？救急車ばっかり通ってるんで、はい、軽くお車ちょっと舐めていきますかね。はい、舐めていきますかね。はい、そうでこのチェイサーは平成9年式かな、はい、の、前期モデルですね。はい、はい、でまあパッと見ノーマル、まあ、純正エアロがついて、はい、であとはこのアルミホイール18インチですけれども、これ何のホイールか分かりますか？これは GTR ですかね。 GTR、はい、よしでも分かる。ちょっとなんか見覚えあるんで。見覚えある、はい、見覚えあるよね。これは GTR ですね。はい、まあこれも定番っちゃ定番なんですかね。はい、っていう感じです。でですね、すごいのがチェイサーでしょ。はい、まあみんな大好きツアラー V ですね。ツアラー V、一番人気の5速マニュアル純正です。あ、すごい。すごいでしょ。すごいですね。で走行距離がなんと7万4000キロぐらい、7万3000何百キロ。それは実走行で？実走行もちろん。あ、それはすごいですね。のワンオーナー車、言うことなしでしょ。それよし、これあれだよ、一緒に取り行ったの覚えてる？あ、行きましたっけ？ふざけんなよ。あ、でもね、アルミが違う当時と。そうですよね。もらった時と。うん。そうだ、この黒いのは覚えてますけど、アルミで分かんなかったです。そう。はい、まあちなみにこれダークグリーンなんだけどね。本当に覚えてますか？正式にはダーク。本当に覚えてますか？俺は鮮明に覚えてるよ。覚えてます。まあたくさん書いてますからね。はい、あれですけど。そんな感じでございます。はい、でですね、何度も言うようにやっぱそんだけいい車ですから、まあ、はい、そりゃ問い合わせ来るよねって話で、そうですね、ちょっと残ってるか自信ないんですが、はい、やっていきます。やっぱりうちはその対買ってもらうお客さん向けとしての動画ね、はい、これを見て車買ってくれるかなとか車を検討しているお客さんに向けた動画っていうのが一つありますし、はい、あともう一つは、まあ、その喋ってる中でさ、はい、なんか中古車の買い方とかさ、はい、そういうのがちょっとでもお力添えできればと思ってね、ハウトゥー的な感じ、はい、でできればいいなと思ってるのが2つ目で、3つ目はやっぱりこれを売っていただいたお客様、はい、売っていただいたお客さんにやっぱり映像として残るって僕はすごく大事というかいいことだと思うんですよ。はい、しかもワンオーナーでしょ。平成9年1997年っていうことは28年ですよ。28年乗ってた車なんだから、はい、すごいことじゃん。思い入れないわけないですもんね。思い入れないわけないんで。そうですね。そうないわけないんですよ。ないわけないので、じゃあその思い出を映像として残すのってすごくいいことなんじゃないかなと思ってます。まあそれがね、本当にうちのでいいのかってのがありますけれども。はい、っていう感じなんでしっかり撮っていきましょうっていう感じです。はい、でしかもこの車の動画は2本立てでいきます。1本目は、車の紹介ね、はい、いつも通りやってる紹介で、2本目は、車検もついてますしもううちの会社の名義に名義変更も終わってるので、はい、試乗もしましょう。試乗マフラーサウンドも、まあ、2本目に回しちゃってもいいかな、はい、っていう感じでやっていければと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ改めましていきますよ。はい、今日紹介させてもらうこちらのチェイサーは平成9年式3月登録のチェイサーですね。はい、西暦でいうと1997年式になりますね。はい、今から28年前という感じでございます。はい、で、グレードはみんな大好きツアラー V
1JZGT のターボエンジンが乗った、ツアラー V ですね。で、シフトはですね純正5速マニュアル、これももうツアラー V の純正5速鉄板ですね。でさっきも言いましたね、走行距離実走行で73,700キロぐらいか、しかもワンオーナーという感じでございます。で色はですね、さっきヨッシー間違えましたけど黒って言いましたけどグリーンです。ダークグリーンです。グリーンですね。そう、小さい黒の設定そもそもないからさ、はい、やっぱり濃いめの色が良ければダークグリーンか、あとは、ちょっと明るいけどダークブルーも設定があったかな、はい、っていう感じで、ダークブリーンマイカという感じでございます。じゃあ外装から見ていきましょうかね。はい、はい、こっちから回りますか。フロントは純正エアロ、はい、以上みたいな感じですけれども、バンパーのね傷あったんだけどな、確か端っこにあったんだよな、はい、でこれ直してあげてだいぶ綺麗になりました。下は直してないんで、はい、これはちょっと当時の感じでちょっと色あせといいますかくすみは出てまんまですけれども、はい、気になる人は塗ってあげればいいんじゃないかなっていう感じでございます。であとはヘッドライトね、ちょっと上クリアのハゲがあるけどこんな感じ、はい、磨けば落ちるのかな、うまく削ってやってあげれば、ね、元はねここは綺麗なんだけどね、ちょっともったいないよね、そこだけですもんね、っていう感じですけど、全然いいんじゃないかなっていう感じです、はい、ボンネットとかだってもう見てこのツヤツヤツヤでしょ。ボンネットめちゃめちゃ綺麗、ツヤツヤでしょ、はい、そうっていう感じですね。で、横回っていただくと、そうさっきヨッシーが当ててくれた 34GTR の純正アルミですね、はい、結構これ履いてる人多いです。でサイズはですね 9J34GTR よく知ってます、私持ってますから、はい、9J のプラス30っていうオフセットなんですけれども、はい、多分ねそのまま入れるとちょっと出ちゃうのかな。でこのオーバーフェンダーつけて車高下げて一応収まってますよみたいな感じ、そうですね、はい、っていうイメージですかね。でタイヤに関しては、東洋のアルマ R ですねの2254018が入っているという感じです。タイヤの山はまだ残ってるんで、はい、そのまま使ってもらえるんじゃないかなと思います。粘土は確かねちょっと古かったんだよな、溝は残ってるんでね、はい、あとはローターがスリットローターが入って、パッドは何使ってるかはちょっとわからないか、ちょっとわからないな、はい、という感じですね、はい、で、GTR ホイールね前後同じサイズになりますから、はい、だから後ろはちょっと余裕があるけどね、前は結構パツパツみたいな感じかな、横からかざしてもらうとね、でも両方ともギリギリかという感じですね。はい、はい、爪に関しても軽くこう折り曲げてあるような感じですかね、逃がす感じでね、はい、という感じでございます。あとは細かい傷でいうと、ここの下の本当にちょっと下、これ磨けばもうちょっと薄くなりそうかなっていう、はい、ちょっとした小傷と、あとこっちにもあるんだよな、ここら辺はね見てわかるかな、ここら辺にちょっとしたタッチペンとうっすらかざすと分かるようなへこみですね、はい、このレベルです。ここら辺もちょっとねこんな感じでございます。 OK ですか。はい、はい、じゃあこっち回ってもらって、あとはリアスポイラー上面にちょっと色あせ、これはなんか磨けば落ちそうな気がするな、ちょっとやってみようかなとっていう感じですかね。で、はい、こっちもちょっとここら辺に透かすと分かるようなちょっとしたこううっすら傷といいますか、はい、分かる？そうですね、映るかな、この辺に、はい、分かるよねっていう感じでございます、はい、全体的にはめちゃめちゃ綺麗、綺麗がゆえに、ちょっとそこの傷目立つよね、気になるよねっていう感じ、はい、でも下の部分だし、ダークトーンの色だから、そんなに気にならないかなっていう感じですね、はい、であとは車庫帳に関しては、KTS の、別タンク式の車庫帳っていうのが入ってて、ホームページの方に写真はちょっとアップさせてもらってるんで、はい、それを見てもらえればという感じでございます。ルーフなんかもね全然色あせなくて綺麗なんだよね。だからボディカバーとかかけてたのかな、一応外置きは外置きだったんだけどね、はい、でもかなり塗装の状態も良くて、珍しい感じですね、はい、大事にされてたんだなっていうのが分かります、はい、じゃあ次は中行ってみましょう。じゃあエンジンかけちゃいますね、はい、よいしょ。ほぼノーマル、ハンドルもノーマル、シートもノーマル。シートはねもともと別のセミバケットシート、
がついてた。それもね KTS の繊維曲げなんだよな、はい、でノーマルがあったので、まあ、左右やっぱり揃えた方がいいよねっていうところでノーマルに戻したんです、はい、っていう感じでございます。で、純正のねシフトに純正高速マニュアルね、はい、こんな感じですねっていうのが入ってるのと、追加の社外品でいうとブーストメータートラストのですね、動きますね、はい、っていうのと、ナビゲーション地デジも映るっぽいです。ちょっと人が出ちゃうとよくないよ。こんな感じですかね、はい、ミュージックサーバー付きラクナビか、昔のラクナビかなっていうのと、はい、あとアミューズのこれ助手席側からちょっと回ってもらった方がいいかな。アミューズのね ETCS モニターってやつですね。わかる？はい、映ってるよね。映ってます。という感じでございます。はい、これなんだかわかる？わかんないよね、よしね。いや、わかんないです。スロットルの電子バルブみたいなのがあるんですけれども、はい、まあバタフライか。はい、まあそれを純正だとマックス開いても80%、90% ぐらいっていうらしいんですよ。はい、それを、これをつけることによって強制的に 100% にできるらしいパーツでございます。ただまあ僕もねチェイサー所有したことないし、はい、これついてる車でマックス踏んだことないので、はい、ちょっとわからないんですけれども、その違いはね。でも今ほら97とかいってます。ほら、はい、ほらっていうのがあるので、はい、きっと開ききってると思います。封印開放みたいな感じですかね。っていうのがついてるという感じでございますね。結構ねみんなつけてるよこれ。であとはまあメーター見てもらって、まあチェイサーねオークション会場とかであるあるですけれども、はい、このトラクションコントロールを押して今 TRC オフって出ましたよね。はい、ETCS スノー、はい、ありますよね。こうやってちゃんとつくかつかないかっていうのを、まあ、ちゃんとチェックしてほしいんですけど、まあ、オークション会場であるあるは、はい、そもそもここの状態で弾が抜かれてる、はい、そうよくあるのだと、まあ、エアバックランプとか弾抜かれてたりとか、はい、まあ、あとはさっき言ったこれ壊れるとここが2つが壊れると、はい、この2つのランプが点滅するんですよね、はい、っていうので抜いちゃってたりとか。わざと抜いてるってことですね。そうチカチカしたらめんどくさいじゃん、はい、で修理するのお金かかるじゃん、はい、バレなきゃいいじゃんオークションなんでっていう話。ありえると。そう、はい、まあこれがね業者対業者なんでもうしょうがないですよ、騙し合いなんで、はい、っていうのがありますから、まあ、そういうのはちゃんとチェックして、やりましょうねっていう感じでございますね。はい、はい、でシートの状態もいいです。まあさっき言ったようにスインバケットシート別のがついてたので、はい、純正のシート多分そんな使ってなかったんだろうね。まあ、ちょっと汚れあるけどまあまあ全然いいんじゃんっていう感じ。はい、後ろのシートも見てみましょうか。はい、こんな感じですね。あ、そう後ろにモニターもついてるんですね。あれで地デジも前の地デジ、はい、テレビも後ろで見れるという形になってますね。そうですね。はい、はい、じゃあ続いてエンジンルームいきましょう。はい、はい、よっと、はい、こんな感じでございます。エンジンルームも基本的にはノーマルです。はい、社外品はなんだアーシングぐらいかな。あと何かついてたっけな。エアクリーナーか。エアクリー、ブリッツのエアクリーナーだね。はい、まあこれがついてるという感じでございます。はい、でさっき言ったその ETCS モニターで制御してるのはここなんですよ。ここ、はい、ここに中にスロットルのバタフライがついてて、はい、でそれを、より開放させてあげるために、ETCS モニターっていうのをつけてスロットルをより開くようにしてあげる。そのことによって出力がたくさん開くとっていう感じでございました。でまあエンジンルーム基本的に状態はいいです。はい、特に痛みもないし、まあ、メンテナンスもされてたんじゃないかな。ホース類もそんなに痛みないよねっていう感じなんですけれども、はい、1箇所だけ、はい、これちょっと気になるでしょ。そうですね、なんか傷、はい、ここだけ。そうなんですよ、はい、僕もだからこれ査定の時に写真をもらって、はい、あれ何のこの傷みたいな、もしかしたら事故してるのかなとか、はい、もしかしたら何かのダメージ板金の跡なのかなとかいろいろ思って、はい、査定に行く前に聞いたのかな、はい、と思ったらなんかねバッテリー充電してる時に、はい、なんかケーブルがここでバタバタ暴れちゃったみたいで、それで傷がついちゃったんだって。だから事故してどうのこうのじゃないですし、はい、ここのネジとかここのネジ見てもらってもこのネジ触ってないんですよ。はい、ここのネジを見てもらうとわかるかな。よく撮れるねそのカメラね。
iPhone だけどねそう触ってないんですよ。はいっていうことは基本的にやっぱ事故をすれば、はい、ぶつければじゃあこのパーツ変えるってなればやっぱここ外さないと変えられないんですよね。そうですよね。ですし、はい、いつも言ってるように、まあ、100系もねここにコアサポート番号入ってますから、はい、交換してる場合はね中古品とか使ってる場合は話別ですけど基本的に、交換してる場合ここ番号入らないので、はい、っていうことは事故ではないねっていうところなので、そこはご安心いただければと思います。はい、で一瞬これ入ってきた時にちょっと気になるから塗ろうかなとか思ったの、でもなんか塗るのも塗るのでさちょっと手入れちゃうのも違うなと思って、はい、あえてちょっとこのままにしておきました。まあ気になる方は塗ってもらってもいいと思いますけどね。はい、という感じです。 OK ですか？はい、はい、では次はトランクと下回りでも行ってみますか？はい、はい、あれトランクどうだったっけな、あんまり覚えてないな。はい、こっちから行こうかな。普通です。見づらいね。見える？はい、って感じです。まあ普通です。はい、めちゃめちゃ綺麗ってわけでもない。ああ、こっちは綺麗だね。はい、100もねちょろちょろこう雨漏れするっちゃするんだよな。あでもこれトランクルームここは綺麗だね、めちゃくちゃね。はい、わかります？大丈夫ですか？綺麗そうですね。はい、はい、という感じですね。まあたまに言うここのそのダクトなんだけど名前呼び方あったんだよな、忘れちゃった。そこからこう開きっぱなしになるとここから水が入ったりとか、はい、あとまあテールパネルとか止めてるね爪の部分からこう水がピタッと垂れたりとかするので、はい、まあ定期的に洗車の時にトランクの荷物を下ろして、まあ、拭いてあげたりとか、はい、チェックするのは大事かと思いますけれども、まあ、今のところは特段問題なしという感じですね。はい、まあでも100件乗ってる方これ販売する時にいつも伝えてるんだけどさ、どうしてもこの年代になるともうどの車もそうだけど若干はやっぱ雨漏れするもんね。しょうがないですねそれは。だから俺もやっぱり洗車する時とかトランクの荷物2回に1回ぐらいはやっぱ全部下ろして、はい、ちょっと拭くもんね。だしボンネットの中とか毎回拭いてるもんね。じゃあ下回り見てみましょう。普通です。サビとかはあんまそんな、見えないですけど。そうだね、まあ雪国とかではなくて関東のお客さんだったんだけどね、普通に使ってたので特段目立つようなサビもなくて、ちょっと色で識別できなかったんでホームページには書いてないんだけれども、TRD のね強化の物資とかが入ってるらしいのと、あとは、一部カラーが青いカラーとか入ってたんで社外品で足回りはちょっと変えてあるということです。足回りで思い出した。そうフロントのテンションロードだったかな、もうハンドルの切れ感ね、がアップするように110系のを移植してたりとか、あとはブレーキホースがステンメッシュのブレーキホースが入ってたりとか、あとはローターに関してもスリットローターが入ってたりとか、結構ちょこ手を加えられているという感じでございました。 OK ですか？はい、どうですかここまで見ていただいて。その悪いとこはほとんど見当たらないんですけど。そうなんですよ。だから至って普通で、で普通であることがすごくいいっていう感じ。そうですよね。そんな感じでございますね。でねホイールもねちょっと一瞬考えたんだよね。これやっぱホイール3、4ホイール確かにいいんだけど、結構傷ついてるからさ、アップガレージいつも遊びに行くからさ、アップガレージ行ってなんかチェイサーに合うホイールないかなみたいな相談をちょっとしたの。でもやっぱそのスタッフさんはやっぱよく分かってて、どうせやっぱりみんな車買うじゃん。俺もそうだけどさ、例えばこの状態で車買うよね。うちはこの状態で売ってるわけだからさ、なんだけど絶対に納車された後どっか手を入れるんですよ皆さん。特にホイール、入れたいですよね。入れたい。そこはやっぱりさこの状態で買って乗るじゃん。そうすると確かにいいんだけど、やっぱりね前の人の車、前の人が作った車、乗ってた車っていう感覚があるんですよ。でそれが自分が好きなホイールとか入れたりとかすると、なんかそこから初めて自分の車に変わるんですよね。このアルミもいいんでしょうけど、自分が選んだっていうホイールが。だから俺お正月とかでさ仲いいお客さんに連絡取ったりとか、逆にそのお客さんの方から「明けましておめでとうございます」って連絡もらって LINE とかでちょこちょこってやり取りするんだけど、大体みんなホイール変えてるから納車した時と。やっぱ一発目でいじりがち。一発目でねアルミ変えてた子もいるし、クラッチとか変えてる子もいれば、1年2年前ぐらいに買ってもらったチェイサーのお客さんなんかは今もう
エンジン下ろしてオーバーホールしてボディもレストアするみたいな感じで結構程度いい車売ったんだけどなとか思ったのにでそのやり取りあそうなんですかみたいなやり取りしてて、はい、で 2,3 日経ってアイコン見たの LINE の、はい、そしたらもうどんがらになってるチェイサーの画像でさで、ね、本当にバラしてるんだっていう方もあればですよ、はい、まあ一方でやっぱり事故しちゃってる方も何人かはいらっしゃいまして、はい、遠方のお客さんとかね、はい、でもやっぱりいつも結構口を酸っぱくさ若い子なんかはちょっと車両券高いんだけれどもやっぱ何があるかわからないんで、はい、車両券絶対入ろうねっていう話をして、はい、まあその子はね車両券でバッチリ治るみたいなんでよかったかなっていう感じなんですけれども、それは良かったです、はい、まあそんな感じでそうちょっと話はずれちゃいましたけれども、はい、あえてまあ車のさエアロを変えるとかそういうのは一旦置いといてやっぱりホイールって結構分かりやすいじゃないですか。そうですね。なんであえてここはこのまんま残しました。で新しいホイール買ってつければね、自分のホイール車に何かなるじゃん気分的に、はい、でさらに言うと 34GTR のホイールですから、はい、これ結構高く売れますから売ろうとすればなんならうちで買い取ってもいいよ。まあ言い方変だけどね4本でどうだろうな、はい、例えば10万で売れるんであれば、はい、次の自分が欲しかったホイール10万引きで買うようなもんですから。そうですよね。いいでしょ、はい、そうそうそう純正アルミよりか絶対いいじゃん。純正アルミなんか売ったって1万円になるかなんないかっていう感じなので、まあ、そういったちょっと要素も残ってるいい車という感じでございますね。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ一旦ここらで締めますか。はい、はい、はい、今日紹介させてもらったのは1997年式のチェイサー買い取りでいただいたワンオーナー車でございます。グレーダー 2RV、シフトは純正5速マニュアル、走行距離なんと73,700キロぐらい、修復歴なし。しかもさらに言わせればそうだ LSD も入ってるから。あ、それも入ってる。はい、入ってます、っていう感じなんで結構至れり尽くせりな車なんじゃないかなと思います。まあそれだけやっぱりいい車ですから、はい、何度も言うようにちょっと今正月明けで撮ってますけれども、はい、ちょっとこの動画がかかってる時に残ってるかどうかは分かりません。なんですけど、まあ、なので、はい、もし探してる人がいらっしゃったら、はい、できればちょっとお手数なんですけどうちのホームページをこまめにチェックしていただいたりとか、はい、あとはやっぱりインスタですね。インスタグラム、あそこが一番情報早いので、はい、この車自体はインスタグラムの方に11月末には実は登場してるんで、はい、買い取りましたよっていう情報を、多分それぐらいにアップしてると思います。ストーリーの方になんですけどね上げてるので、はい、まあ、やっぱそういったところからちょっと情報をキャッチアップして、ご連絡いただければと思います。じゃあ一応第1弾はそんな感じで、続きの第2弾ですね、はい、マフラーサウンドと市場チェック、はい、これは、次回のお楽しみということで今日は一旦ここまでにしますかね。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。僕の方のマイクでなんですって。僕の方のマイクで撮ってる。それは撮れてないんだよ。それは聞こえてないんだよ。撮れてるうちに入んないんですよ。何分あと。はい、6分52秒。6分50秒全部ダメ。はい。ちょっとおい、すいません。頼むぜ。まあいい、頑張ろう。そう。2回目の方がうまく喋れるかもしれない。すいませんけど。GP スポーツのマフラーですね。エグザスエボチューンってやつですか。73,000何百キロの走りはどうなのか。これめちゃくちゃ乗り心地いいな。すごい。よしでもわかるよね。